RC トーゴー。こんにちは。こんにちは。ドスログです。柳です。はい、上柳君登場です。こんにちは。よろしくお願いします。モンスターエナジーなんですけれども、ちょっと僕ね、お客さんに言われたことがあって、前これ2本ぐらい飲んでたらしくて、でそのお客さんに店長、モンスターそんなに飲んでると、死んじゃうよって言われてね、注意しなきゃダメだよと、飲みすぎはとか言われて、店長僕飲み物おごりますよってモンスターどうですかって勧めてくれました。殺しに来てますね。はよ俺のこと恨んでんだからはよ死ねってことかっていう今日はついにじゃん MRC の M06 の肉取りコンバージョンキットっていうのを製品版を手に入れました。はい。でね、これを実際に組んでいこうかなっていうふうに思ってまして、で柳井君にちょっと組んでもらいます。はい、頑張ります。実際組んでって、例えば注意事項だったりね、そういう細かいところをちょっと柳井君の方にいろいろアドバイスをもらっていこうと思いますので、はい、皆さんもちょっとお付き合いくださいと。柳井君今彼女募集中です。吉岡里帆みたいな感じのねタイプらしいんで、もしいたらぜひとも紹介してください。よろしくお願いします。ちなみにどん兵衛はアンミカに変えて大炎上をこいてますけれども、もう柳井君ももうどん兵衛は変わらないです。MRC さんの M06 コンバの、いわゆるフルキットが、こちらになります。今回、こちらが、アッパーアーム、はい、でこちらがロアームになります、はい、でこの2点に関しては、はい、3D プリンターの出力品になっています、はい、でそれ以外は、こういったアッパーアームを接続するための部品だったりとか、こちらのワイパーとかをですね、土台の部分というのは、これは樹脂の、これ型をこうして作ったんだ。そうですね。そして、付属している MRC さんのナックルなんですけれども、こちらがこの穴の位置っていうのが、本来だとここのもっと下側っていうんですかね、向かって、についてたんですけど、これがいわゆるタイプ B ナックルっていう新製品になっています。でこれは TT の02用に再設計されたナックルになってるんですけど、一応このタイプ B ナックルが M06 コンバに採用されています。であとは、これワイパーですね。ワイパー、これはTT01 のコンバに使われているワイパーがそのまま使われています。ボールね。と850のフランジベアリング。これはワイパーとナックルに使用します。であとはこういったスペーサーね。とナックルにつける高ナット。ボールエンドね。2、3、4種類ついているということですよね。こういった部品が付属する予定となっています。これらをこちらに今度、これね、ノーマルの M06 シャーシをこれからこの車に組み込んでいきたいと思います。で見てもらうと分かるように、ツーリングでもともと使われているシャーシなので、切れ角なんかはこんな感じです。全然ないですね。でこれにこのキットを組み込むとどうなるでしょうかということでございます。早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。でこちらはですね、先ほどご紹介したように、ノーマルの状態の、M06 のシャシになります。なので、これをですね、分解していきたいと思います。ひとまずですね、マシンのフロント周りをばらすことができました。こんな感じです、ね、スカスカになりました。で、ばらしたところでですね、このまま再利用する部品っていうのがあるので、まずこちら、ここについてた部品になります。アッパーの何でしょう、ブレースといいますか、こういったものですね。 Y 字の形のやつと、これです。これにはロアーム接続するので、これは捨てちゃダメです。あとはここの部分にバンパーをつけるためのものっていうんですかね、こちらも使いますので取っておきましょう。はい、ではですね、ちょっと
ここからまずロアーム組み付けていこうと思うんですけれども、こっちが前方向になります。でこちらがロアームになるんですけれども、ここに当てはめるんですけれども、こんな感じです。ここにピロボールがつくので前方向ですね。これでこの時にちょっと注意していただきたいのが、今こうやって差し込んだ段階でちょっと渋さを感じるので、ここら辺ですね、ここを軽くヤスリとかで磨いてあげましょう。3D プリンターのバリとかがあるのでね、そちらを取るようなイメージでいいと思います。あとですね、この長いピンなんですけれども、これはもともとのキットについてたロアームを接続するためのピンになりますので、これも使います。こんな感じで接続するんですけれども、もうこの段階で動きが渋いですので、これがある程度スルスルになるように手を加えていきましょう。はい、こんな感じで、こんな感じで動くようになりました。軽くなりましたね。はい、こういう風にやるように左右やっていきましょう。ロアームですね、組み付けが終わったんですけれども、こんな感じでプラ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 と動くようになりましたんでね、ちょっとこういうひと手間やっておくと足回りもちゃんと動くようになりますんでね、ここすごい重要だと思います。それやらないとどんなダンパーつけても一緒。そうですね、どんだけいいダンパーつけてもこれ足が渋いと全部台無しになっちゃうんで、ここはしっかりとやりましょう。であとですね、ここに芋ネジを入れるんですけども、ここもちょっと注意があって、芋ネジをこう入れていくんですけれども、締めすぎると割れますので程よく入れていきましょう。はい、今ちょっと芋ネジを入れてってるんですけれども、ゆっくり回していきましょう。もうこれ以上いかないなって思ったら、そこからちょっと戻すぐらいの感じでいいと思います。はい、こんな感じでいいと思います。で、次に、この部品ですね、ここにアッパーアームですね、これも入れていくんですけど、ここにダンパーの上の部分のピロボールをつけるんですけど、この向きで取り付けるんですね。この長い部分が後ろに来るようにっていう風で、こちらも同様に 3D プリントの出力になるので、ちゃんとスルスル動くかどうかをチェックしながらあらかじめ組んでおくといいです。じゃあやっていきます。アッパーアームの取り付けが完了しました。これもこんな感じでスルスルに動くようになってます。でここに使ってるピンももともとのキットに使ってったピンを使いますので、これも捨てずに取っておきましょうね。じゃあ、次の工程いきます。はい、ではですね、先にシャーシにこのさっき作ったロアームを接続していこうと思いますが、これですね、このワイパーの台座になるここのピンですね、ここにピンが4つついてるんですけど、これをこんな感じではめ込みます。このようにはめ込んで4点ですね、ビス止めしていきます。取り付けることができました。はい、では次の工程いきます。はい、ロアームですね、接続していくんですけれど、この部品とこの部品、さっきバンパーについてた部品ですね、こちらを使います。でこの状態にして組み付けていきます。こんな感じで、今ですね、ちょっと時間短縮のために、電動ドライバー使わせてもらってるんですけど、僕の場合電動ドライバーは最後までなるべく締めないようにしてます。最後は手で締めてあげれるようにした方が、締めすぎないようになりますので、シャーシ自体も長持ちしますのでね、最後は手で締めてあげましょう。はい、ということで、ロアームですね、接続が完了しました。じゃあ次いってきます。ではですね、アッパーアーム、取り付けていこうと思いますが、さっき取り外したこの Y の字になっている部品ですねと、このさっきのアッパーアームですね、これを
取り付けます。ここに穴が開いてるんですけれども、ここにここの穴と重なるように合わせてあげて、で裏側からビスを締めていきます。はい、こんな感じです。はい、ではですね、次はワイパーですね、組み立てていきたいと思いますが、まずはピロボールですね、取り付けていきます。こちら側がワイパーリンクをつける部分ですね。でこちらにタイロットがつくっていう形になりますので、この2箇所ですね、ピロボールを取り付けていくんですが、このタイロット側の方はひっくり返して取り付けます。はい、こんな感じになります。でこれを左右で組んでいきます。はい、こんな感じで左右セットができました。で、このワイパーにベアリングですね、上からと下からで1つずつですね、挟み込むように取り付けますですね。でこのパイプのような部品があるんですけど、これをここのベアリングの穴のところに差し込んであげます。で、ビスを通してカラーを取り付けて、ここですね、先ほど写真取り付けたここの部分に、ワイパーを左右取り付けていきます。でここは、電動ドライバー使わずに普通のドライバーでいきます。でここですね、締めすぎるとこんな風にワイパーが全然動かなくなっちゃうので、締めすぎ注意です。こんな感じですね。ガタがある程度ないのと、スルスルそれなりに動くようにですね、締めてあげましょう。でこれを左右取り付けていきます。で今これちょっと締めちゃったんでロックしちゃったので、これ全然動かないですけど、ちょっと緩めてあげます。気持ちでいいです。でちょっと動くようになりましたね。なんでもうちょっとだけ、もうちょっとキュッキュッと、いいですね。ガタもなくて割と軽く動くようになりましたね。気持ちかな。あ、いい感じです。これでワイパーの接続が完了したんで、その後にアッパーデッキですね、取り付けていきます。はい、それではですね、ワイパーの取り付けまで終わったので、次はアッパーアームですね、取り付けていきたいと思います。で取り付ける時に使うのは、もともとついてたちょっと長めのビス2本と、もともとついてたこのちょっと短いスクリュービスですね、使います。で取り付ける時にこのシャーシとデッキの間にこのスペーサーですね、これをそれぞれ4箇所で留めるんですけどね、それぞれに間に挟んでいきます。ね、こういうところも締めすぎ注意で、やっていきましょう。はい、これでだんだんゴールが見えてきました。アッパーアームとロアームですね、取り付けが完了しました。この段階でこのアッパーアームとロアームがそれぞれスルスルっと動くように作ってあるとバッチリだと思います。じゃあ次ですね、ナックルの方に移っていきたいと思います。ではですね、ナックルですね、部品を組み付けていこうと思うんですけれども、1箇所だけ、加工しないといけない部分があって、それがこれ左のナックルになるんですけれども、ここの部分です。
ここの部分を少し角を落としてあげるような加工をしてあげると、よりスムーズにステアリングが切れるということだそうなので、ニッパーを使う作業になりますね。で、角を落としたものがこちらになるんですけど、見えてる？こんな感じです。ちょっと角を落としましたね。で、これを左右にやっていきます。作業するとき刃物を使うので怪我しないように気をつけてください。はい、加工が完了しましたので、ここにじゃあピロボール等をですね取り付けていきたいと思います。はい、でですね、このナックルなんですけれども、今回ですねここのアッパーの部分、上側の部分ですねにこの金色の付属の高ナットを取り付けます。アッパーの部分ですね、かなり高い状態になりますね。はい、これで片側完成になりますね。はい、これで、左右のナックルができましたね。で、ここにあとはベアリングを両側から挟み込むように取り付けてあげるようにしますね。で、ベアリングなんですけれども、作り始める前にあらかじめ4つですね、パーツクリーナー付けにしてあります。先ほど話してた、ベアリングですね、パーツクリーナー付けしてたやつを取り出しました。見えます？はい、これは脱脂ですね。シャーっと軽く回るぐらいまでにですね。ここまでやればバッチリだと思います。で、ここにベアリングオイルをさしてよく転がるように作っておくといいかなと思います。で、今回は、自分が持ってるアクソンさんのベアリングオイルをちょっと使っていこうと思います。MRC さんの、キットについてるベアリングですね、これ結構よく回るというふうに評判のいい、ベアリングですのでね、これはぜひ育ててもらえるといいかなと思います。はい、ナックルに、これですね、もともとキットについてるアクスルを組み込むとこんな感じですね。こうなります。あとですね、ワイパーリンクなんですけど、さっきここにピロボールつけてたんですけど、すいません、ちょっと間違えてまして、ここにイボネジを立てましょう。右側のワイパーですね。で、こちらイモネジとボールエンドを組み合わせて作ったやつですが、これは全長が、34ミリになるように。あとはこの部品、ピント合わねえ、これですね。これをこんな感じで見えるかな、通してあげて、で、ピロボールのケース、これで、ワイパーが連動して動くようになりました。ナックルをつけていきます。で、ここまで来たので、あとはワイパーとこのナックルを接続してあげればほぼ完成となります。今ですね、ワイパーリンクさっき接続して、これは今タイロットの部分ですね。で、こちらが一応説明書の数値になる予定なのが、全長で 40mm になるように調整して、これを2組作りましょう。で、こんな感じで作っておきましたので、これを接続します。はい、取り付けが完了しました。めっちゃ切れます。はい、
さっきナックルの角を落としてたっていうのが、切った時にですね、ここに干渉する部分が少しあるので、そこをちょっと避けるために、角を落としたっていう感じになりますので、別にやってもやらなくてもいいかとは思いますが、やった方がよりしっかり切れます。はい、であとはこちらですね、サーボと、ワイパーをリンクさせる、ものですね。こちらがワイパーロッドか、これが全長が 74mm になるように、調整しておいてください。もうあらかじめここにターンバックルですね、これ今ちょっと芋ネジみたいなやつで止めてあるんですけど、ターンバックルが余ってるよっていう人がいたら、ちょっと長めのものを用意してもらってターンバックル化してもいいかもしれないですね。はい、こんな感じになりました。時間としては今いろいろやりながらやってたんですけれども、だいたい時間にして50分ぐらいあれば、慣れた人だったらできるんかなと思いますので、ぜひ、発売された時は、少しでも参考になればいいかなと思います。以上です。もう完成？はい、できちゃいました。めちゃくちゃ早いじゃん。早いんですよ。メカとか組むとこんな感じで接続ができますのでね。でワイパーつけるこのサーボホーンですね、これはちょっと長いものを用意してもらえるといいかなと思います。ごめんなさい、終わったと言いましたが嘘です、逆でした。ここに右側にピローボールをつけてもらって、ここに芋ネジ、筒になってるピローボールっていうんですかね、これ1個付属してるんですけど、これを通してリンクさせる。そしてピローボールを上から固定して締め込んであげてと。でさっきのサーボホーンと接続するための、ロッドをつけてあげるとこうなりますね。はい、すいませんでした。ということでこれで、本当の完成ですと。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。さあ組んでみていかがでしたか？ちょっとですね、ガタは多少はあるんですけど、普通に走って楽しむ分には十分、なるほど、なのかなと思います。冷たい人はもう少し詰めるよね。そうですね、今素組みでどんな感じかっていうのがやってみたっていう感じなんでね。そうですね。でもともとついてたその部品を取り外して、そこに使われてたネジだったりとか、アクスルだったりとかを使って、今回ちょっと組んでみたんですけど、タミヤさんのオプションにある M 用のこのフロントの一体型アクスルがあったりとかするので、そういうのもちょっと入れたりとか、ダンパーですね、オイルダンパーにしてみたりとかして、いろいろ遊んでみると面白いかなと思います。なるほどね。はい、タミヤ内お疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひ皆さん発売したら買ってください。楽しいですよ。お願いします。よろしくお願いします。
で説明書に書いてあった数字の今純正で作れるやつの一番いわゆる道義やこれはいいんだよ。全然なんていうんですか、結構いけますね。狙える。結構この振り出しもパーンってでさらに正解中に組み込んで角度をつけたっては別に破壊しない。あ、すごい。結構説明されてる。